にちは。今回は悪役令嬢転生おじさん第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。貧乏な子は甘味でイチコロよ。糖分は強い。やはり糖分は全てを解決する。父親としての子育て経験があるのは強い。一級さん何年前よ。おじさん察しよくて草。察しの良い主人公は話が早くていいね。察しがいいな。年の効果。ちゃんと鍛冶屋が目を守っている。プラス30点。悪役令嬢んとこにこんな設定詰まってるのか。開発者に愛されてるだろこのキャラ。結構可愛いところがあった。昔は純粋なのか。職人仕事が好きな娘だったか。悪役令嬢も可愛い幼女期やったんだな。幼女の頃は良い子だったんだろうな。教育がよろしくなかった。ブレイス様に悲しい過去。推しの子と同じで主人格奪い取ったんだよな。妃先教育とか淑女教育とかやめようぜ。育て方が間違ってたのか。親もまともなんで本人が完璧になろうという意志が過剰すぎた。タテロールの作画がすごい。お嬢様、タテロールっていつから？お蝶夫人とか。タテロールってどうやって作るんだろう。現代なら電気ゴテがあるけど。悪役令嬢ってなんで金髪壁眼なんだろうな。元の話がいいのか。すごく丁寧に作られてる気がする。転生前もだいぶ優秀おじさんだったろうし、おじさんがいなくなった市役所も大変だろうね。もともとのお嬢様の自我はどうなったかわかるの？記憶を思い出したわけだからほぼ消滅してんじゃね。妻、小学生になるのドラマ版が妻完全表現度って聞いたのは本当なんだろうか。そろばん塾って今もあるのかな。今再びそろばん人気高まってるらしいぞ。そろばんを鉄鋼で。今時の52歳でそろばん使って計算する人なんているのだろうか。ソーラー電卓ですら使うかどうかも怪しい。エクセル使った方が効率がいい。スマホ1台で事足りるから良い時代だ。ついに現世の知識を使う時が来たか。商売始めるのか。電卓なんてこの世界にないもんな。そろばん的なものはあるんじゃないか。計算機の類がない世界か。子供の頃そろばんをローラースケートのようにして遊んだな。ドーラが東洋の計算機って言ってたな。機械やコンピュータがない世界ならそろばんはめちゃくちゃ便利だもんな。それは向こうやろ。そろばんやってたけどあんま役に立たなかったな。そろばんぐらいあるだろ。ファンタジー世界なめすぎだろこのゲームの制作。グレイスがフラグを立てまくることで主人公の恋路を妨害するという高度な作戦。でもこれこのまま行くとハメフラそっくりになりそう。アンダもグレイスにラブラブなので恋路の邪魔はしていないという。よりグレイス、そろばん投入でこの世界の価値観変わるのか。話や。悪役令嬢転生おじさんはストレスを与えてくる悪役がいないから本当に軽く見ることができてよい。サイコリスのネタもやってくれないかな。けん玉で戦う主人公みたいな。何かお前らの好きそうな話題を言ってたけど全然わからなかった。冒頭にそろばんできたから今回で実用まで行くかと思ってた。だいぶ丁寧に作ってあるな。良い。1話より面白く感じる。気のせいかな。みんなこの時間疲れてるからな。なんかこう面白さに安定感があるな。電卓ではなくてそろばんなのおじさんっぽい。シャンフロの人か。シャンフロコミカライズの人のイラストだから CM も。いや面白いな。良いアニメだこれは。何回見てもこのエンディングおもろすぎ。50代ならば小学生頃にそろばん塾に通っていた世代だからそろばんが使える。会計として生徒会にアナログなデジタル計算機を導入する気かな。健三郎さん、オタクの歴史を直に見てきた世代っぽいの強いな。この作品画面がもう全体的に高水準であり、なおかつ物語もしっかりと良いの隙がないね。いや好きです。楽しすぎてあっという間に終わった。今のところ登場人物全員いい子で、最近の悪役令嬢もので極悪ヒールにイライラするストレスなくていいな。
本来のグレイスが本当はどんな女の子だったのか、どうして人に厳しい性格になってしまったのか、断片が拾えるエピソードでよかった。猫耳メイドかわいいね。次回予告までみっちりネタが詰まってて笑ってしまった。急いでいる時に生まれがちな謎感じわかる。やってること自体は普通の悪役令嬢アニメなんだけど、主張の強いの和彦おじさんのおかげで唯一無二の視聴感、笑い、あと悪役令嬢という役割を全うしようとすればするほど周りの評価が上がっていくのもこの手のアニメの真骨頂なのです。笑い。井上和彦さんびいきを差し引いても面白かった。このアニメを思ってたより細かいというかきっちり作ってる感じがする。現実世界での知識を生かして成功するのではなく、長年染みついた性格のせいで右往左往するのが新鮮で面白い。頬を押さえたまま喋るアンナも、グレイスの後ろをついて歩くワンコみたいな彼女も可愛い。使用人の仕事を見守る幼いグレイスが微笑ましい。淑女教育と王子の婚約者という立場と重責が彼女を変えてしまった。非常に面白い。生地知識があるだけにそのノリの良さがかえって悪役令嬢の逆を言ってしまう異世界転生おじさん。周囲の好感度爆上げでまるで悪役令嬢の構成物語を見ているようで笑える。今回オープニングを見たけどとてもいい曲でしたね。アニメととてもマッチしてる感じでよかった。それにしても今回も好感度を上げてしまってるのに笑ってしまった。それと異世界でそろばんを作って何をする気なんだ。この世界でだけ完結するのか。この世界でグレイス健三郎が及ぼした影響が現実のゲームにも反映したりするのかな。気づいたら魔法学園の生徒たちが当たり前のようにそろばんを弾く世界に書き換えられたり。もともとアニメや漫画が好きなおじさんだったのね。娘が好きな乙女芸だからって理解しすぎやろって思ったけど納得。グレイス役が真央さんなのでファビ肉おじさん感ある。笑い。日本語がグレイスだけ使える特殊文字になるの面白いな。ジョゼットかわいい。あくまでも悪役令嬢ものの乙女ゲームとして自分の役割を全うしてて、下心のない真摯な態度によって周りのキャラが自分の弱みを見つめ直すきっかけになるのが気持ちいい。もともと優しいお嬢様だったグレイスを素直だった頃の彼女に戻していく物語でもありそう。健三郎さん、サラリーマン生活をロールプレイとしてやってるもんな。人生満喫してるんだわ。この人、こうやって全てを割り切って俯瞰で見られるの、マジで才能よな。そんな人だからこそ、グレイスの魂の救済を託されたのかもね。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので、高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。